はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい。今日はリクエストにまた答えていきたいと思います。はい。今日のリクエスト。日本人がよく使う建前と本音について紹介してください。はい。こちらのリクエストありがとうございます。はい。あれですね。本音と建前ってやつですね。皆さん聞いたことある方たくさんいると思うんですけど、本音と建前って何っていう話なんですけど、本音は、嘘のない本当の気持ち。正直な自分の本当の気持ちっていうのが本音ですね。で、建前っていうのは、その本音を隠して、遠回しに自分のことを伝える、自分の気持ちを伝えることが建前って言います。はい。ちょっと気をつけてほしいのは、嘘と建前は違います。嘘っていうのは、人を騙したり、悪い気持ちがある。そう。人を騙すことが目的なのが嘘ですね。で、一方で、建前っていうのは、誰かを傷つけたくないとか、トラブルを起こしたくないとか、コミュニケーションを、円滑によく良好にしたいっていう意味で使われるのが建前なんですね。そう。なので、日本人が建前を使う理由は、相手のことを傷つけたくないという気持ちがあってするっていうのを、覚えておいてほしいなと思うんですけれども、皆さんが思ってることは、めんどくさいって思ってるよね。うん。めんどくさいって思ってる方多いと思うんですよ。建前。はっきりしろよとか、ちゃんと言えよとか、分かりにくいんじゃっていう気持ちがあると思うんですけど、それはそう。それは本当にそう。日本人の建前の問題は、私的に思うのは、やっぱりその建前って、その誰かを傷つけたくないという気持ちがあって、初めて、なんていうの、意味をなす言葉だと思うんですよ。うん。なんだけど、日本の中では、それが当たり前っていうか、義務みたいになっちゃって、ルールみたいになっちゃってるんですよね。だから、建前だらけの会話になってしまったりして、すごく分かりにくくなってしまったり、誰かを傷つけたくないとか、トラブルを起こしたくないっていう気持ちで使ってるはずの建前が、反対に誰かを嫌な気持ちにさせてしまったりとか、なかなかスムーズなコミュニケーションにならないようになってしまっているっていうのが今の現状なんだと思うんですよ。特にビジネスの場とかだったら、日本人がなかなか本音を言わないから、イライラするっていう方もいると思うんですよね。だから日本の会社で働きたくないっていう方もいっぱいいると思うんですよ。これは日本の問題だと思いますね。うん。他にもどのような建前があるのかちょっと紹介していきたいと思います。日本人って、基本的に大丈夫ってよく使うんですよ。例えば事故で怪我とかしてて、大丈夫ですかって言われた時に、もう絶対に大丈夫じゃないのに、大丈夫ですって言ったりするんですよ。気を使わせたくないという気持ちで多分大丈夫ですって言ったりするんですけど、言われた側としたら、いや、お前絶対大丈夫じゃなくないって思うんですよね。でも日本人は思わず大丈夫ですって言っちゃうんですよね。こういうのも建前の一つですね。とか、あとは一見褒め言葉だと思うんだけど、本当は褒めてないみたいな言葉。例えば、はるかさんマイペースですねとか、はるかさん真面目ですね。この二つの言葉は、一見いい言葉だと思うんですけど、いい言葉じゃないです。はい。マイペースだよねっていう言葉は、マイペースっていうと、自分をすごく持ってて、周りに惑わされない、周りに流されない、自分の気持ちがある人みたいなイメージがあると思うんですよ。マイペース。だからすごいいい言葉だなと思ったりするんですけど、マイペースだよねって言われたら、その言葉に含まれてる本当の意味は、あなたは自己中心的というか、周りのことも考えてないよねとか、ちょっとセルフィッシュですよねっていうのがちょっと嫌味っぽく含まれてるのがマイペースという言葉ですね。うん。
もちろんシチュエーションによっていい意味で言う場合もあるんですけど、そう。あとは真面目もそう。真面目っていうと何かに集中してて一生懸命頑張ってるような言葉だと思うんですけど、真面目っていうとなんか頭が固くてユーモアがないとか、なんか臨機応変に行動できないとか、いろんなシチュエーションに合わせて行動できない頭が固い人間だねみたいなイメージが含まれてるんですよ。だからなんかはるかって真面目だよねって言われると、私はあんまりいい気持ちにはならないですね。うん。なんかつまらない人間って言われてるような気持ちになる。うん。まあでもこれももちろんシチュエーションによっては褒めてる場合がある。まあ一生懸命日本語を勉強してる人がいたら、私は、いや、真面目でいいですね。素晴らしいですって言ったりもしますね。うん。難しいよね、どっちの意味なのか。うん。まああとはね、よくこれ女の子の間であるんですけど、まあ、友達に彼氏ができたとするじゃないですか。で、私彼氏できたんだとか言われて、写真見してって言って、これ彼氏の写真って見せてもらった時に、皆さんどういうコメントします？大概の人だったら、かっこいいねとか、おしゃれだねとか言ったりするんですけど、その彼氏を見た時に、あんまりかっこよくなかった場合、なんかちょっと、まあ、ブサイクとまでは言わないんですけど、まあ、イケメンとは言えないよねみたいな人の場合の時に、日本人女性は何て言うかというと、ほぼ90%優しそうだねって言ったりしますね。いい人そうだねとか、優しそうな人だねとか言ったりしますね。そう。だから自分の写真、彼氏の写真とか見せて、この人なんだって言った時に、優しそうとか、いい人そうだねって言われたら、まあ、あんまりかっこよくないみたいなイメージですね。はい。まあ、これはね、本当に相手を傷つけたくないがために、日本人女性は言います。やっぱりイケメンだねっていうのは嘘になっちゃうから、その他の褒め言葉を探して一番いい言葉は、いい人そうとか、優しそうっていう言葉っていうことですね。これはよくある。私も使っちゃう時ある。友達の彼氏がなんかちょっとすごい変な人だった場合とか、優しそうだねとか言っちゃいますね。うん。はい。そんな感じで、建前はいろいろあります。はい。ただですね、これは私の経験なんですね。私の周りでよくある建前。でね、建前がめちゃくちゃ激しい県っていうのがあるんですよ。はい。もうこれは京都ですね。京都の建前はめちゃくちゃ怖いということで有名です。うん。もうなんかね、建前なんだけど、すごい、なんていうの、なんか鋭利な刃物でもう心臓刺されてるような建前を言ってくるのが京都なんですよ。はい。京都ってやっぱりなんかビジネスの、昔からなんていうの、ビジネスっていうか、その芸者さんとか舞妓さんとか、昔からそういう女性の商売の街であるんですよね。で、歴史も長くて、いろんなお店が競い合う場所だったんですよね。で、女性が多い、女性が強いんですよ、京都って昔から。うん。だからなんか女性の中のコミュニケーションっていうので、その建前をすごくよく使うのが、やっぱ京都の文化であるんですよ。で、いくつか例があってですね、例えば、近所の隣の家の人が、例えば、結構ね、こういうことを言うのは結構年が上の方、年配の女性だったりするんですけど、その年配のなんか女性が、いつもなんか楽しそうですねとか、いつも友達と賑やかなパーティーとかして楽しそうですねって言われたとするじゃないですか。そうすると、なんかいいことだと思うじゃないですか。でもこれの本当の意味は、いつも友達と騒いでてうるせえぞって意味なんですよ。怖くないですか？超怖っと思って。これね、日本っていうか東京だったら、まあ、言わない人が多いんですけど、クレームとか。私だったら、ちょっと、音が聞こえるので、静かにしてもらえませんかって言ったりするんですけど、京都の場合は、建前で攻撃してくる。いつも賑やかで楽しそうですね。みたいなことを言ってくると危ないです。怒ってます、その人は。
とか、あとまたその近所の方のお話だと、お子さんのピアノ上手ですねとか言ってくるんですよ。娘さんピアノお上手ですねとか言われることがよくあるらしいんですけど、それも同じですね。ピアノの音うるさいって意味ですね。こっちまで聞こえてきてるよっていうことで、ピアノのことを言われたりするらしいです。はい。そう。だから気をつけてください。京都に住んでる方で、近所の、特に、年配の女性にそういうこと言われたら、それは注意されてるということですね。あともう一つ一番有名なのは、京都のお店じゃないや、京都の、例えば知り合いの家に行った時に、もうお話をしてた時に、ブブ漬け食べますかとか、ブブ漬けいかがですかって言われた場合、ブブ漬けっていうのはお茶漬けの、京都の言葉なんですけど、お茶漬け食べますか、ブブ漬け食べませんかって言われた時は、もうそろそろ帰ってくださいっていう意味らしいです。普通に、ブブ漬け食べますって言ったらダメですね。こういう場合。ブブ漬けいかがですかって言ったら、いや、もうそろそろちょっと時間なので帰りますっていうのが正解らしいです。はい、私はこれは全く経験したことないんですけれども、マジで言うらしいです、京都の人は。これはね、外国人の人がもし聞いたら超混乱すると思う。だって私もわかんないもん。お茶漬け食べるって言われたら、食べるってなるじゃん。食べたいってなるじゃん。でも食べたいって言ったら何この人っていう風になるらしいです。はい。そんな感じでね、建前をめちゃくちゃ使ってくる京都というところもあるらしいので、注意してくださいね皆さん。もちろんね、本当も最後言いますけど、人それぞれ本当に違うんですよ。で、最近の若い人たちはこの建前を嫌ってる人も多いですし、建前を言わないでストレートに言う方も結構いるんですけど、多分皆さんの国でも建前って絶対あると思うんですよ。誰かを傷つけたくないっていう気持ちは皆さんあると思うんですよね。そういうことでやっぱりちょっと遠回しに自分の気持ちを伝えてしまうことってよくあると思うんですよ。そう。だからこれは日本だけの話じゃないと思っていて。ただやっぱり思うのは、建前を使いすぎて相手を傷つけたり相手を混乱させたりするのはマジで意味がないと思うので、本音と建前をうまく使っていくことが大切なんじゃないかなと私は思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もし皆さんの国でもこういう建前ありましたらぜひ教えてください。そして日本で経験した建前エピソードがあればぜひ教えてください。はい、そんな感じで今日は、本音と建前についてでした。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。ありがたいことにですね、私の YouTube の、登録者が1万人超えました。ありがとうようやくですね。YouTube を始めてもうそろそろ3年ぐらい経つ。YouTube を本格的に始めて1年なんですけど、やっと1万人になりました。本当にありがとうございます。まだまだなんですけれども、ぶっちゃけた話するとさ、やっぱり比べちゃうんだよね。他の YouTube の先生とかってもう1万人なんて全然少ないじゃん。もうなんか何十万人いる先生もいっぱいいるしさ、何万人なんかっていうのをすぐにね、なんか1ヶ月ぐらいでもう1万人超えましたみたいな人もいるじゃん。だから私は多分すごく時間がかかったタイプだと思うんですよ。そうでやめようと思ったことはないですけど、やっぱり傷ついたこともいっぱいあって、へこんだこともいっぱいあったんですよね。なんかもっと頑張んなきゃなっていう思った気持ち。ただですね、やっぱり皆さんからコメントとかメッセージでいつも見てますとかありがとうございますっていうコメントを見ることで私はいつも元気を出してるので、皆さんもこれからもよろしくお願いします。私は成長が遅い人間ですけれども、これからも皆さん見守っていただけたらと
思いますので、よろしくお願いします。はい。あと YouTube ライブもやりますので、1万人記念。はい。お楽しみに。はい。ということで、なんだっけ。Patreon、こちらのメンバーも募集しております。Patreon では、今回お話ししたポッドキャストのエピソードの、なんていうの、新しい言葉とか、フレーズについて説明したり、あとはボーナスポッドキャストでおやすみポッドキャストというエピソードも更新していたり、私のブログが読めたり、いろいろあります。あとディスコードで私のコミュニティに入ることもできますので、ぜひチェックしてみてください。最近ハリーポッターをみんなで見ようっていう会をしてるんですよね、夜に。ぜひ興味ある方ご参加お待ちしております。あとはシャドーイングコースと私の会話レッスンの新しい生徒も募集しておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあそんな感じかな。はい、皆さん3月になりました。3月も頑張っていきましょう。はい、ということでそんな感じでまた次回、さようなら。